フェス。ゼブロックフェスデイワン、続いてご紹介する作品はこちら、呪術廻戦でございます。いやさあご覧の通りゲストがお越しになられておりますので、ご紹介しましょう。この方です。はい、皆さんこんにちは。呪術廻戦虎杖裕二役の榎木純也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は一緒にですね、はい、呪術廻戦の魅力をご覧の皆さんにですね、お伝えするという使命を帯びております。いやちょっとプレッシャーですね。この秋から一応アニメの方が始まる予定なんですけれども、その前に原作の魅力をですね、榎木君の口からもたくさん語っていただこうと思っておりますけども、一応説明しておきましょう。この呪術廻戦はですね、作者は芥見ゲゲ先生でございまして、週刊少年ジャンプの方で2018年の14号3月からですね、現在も連載中でございます。で元々はね、なんかこう読み切りで全4話の、単行本のも出てるんですけど、呪術廻戦0巻東京都立呪術高等専門学校ということで、こちらが最初読み切りで世に出たんですけど、評判が良かったということで、シリーズ化ということで連載ということでスタートしたっていう感じになっているわけなので、実はその0巻の方もぜひね、これまだもしかして読んでないっていう方いたら、これ絶対に読んどいた方がいい0巻なので、一応ここで宣伝も挟みつつ、さあ呪術廻戦掘り下げていきましょう。680万部もですね、累計発行部数もいってるみたいですね。すごい。アニメ化前でこれだけもう言ってますからね。すごいですね。もうアニメ化した途端にですね、単行本重ねると月に届くぐらい売れてくれたら僕たちも億とかそういうレベルじゃないかもしれないですけどね。地球何周しますみたいな、それぐらいでもね、ヒットしてほしいですね。行きたいなと。でも榎木君あれですよね、もともとこのアニメね、関わる前からこの作品のことは読んでたんでしょ？そうなんですよ。もうでも僕がその呪術廻戦のなんかことを知った時には結構もう話題に世間でなってて、本屋とか行くともう見やすいところになんか平積みで置いてあったりとかしてて、今すごいこの作品人気なんだなと思って、結構そのアニメ化しそうだなっていうやつは事前に買って読むようにしてたりするので、それはやっぱりこう後々に何かこうオーディションとか来るかもしれないし、関わるかもしれないから、何か自分がやれそうな役あるかなみたいな感じと、あともともと漫画読むのが好きなので、趣味も兼ねてちょっと読んでみようと思ったら、1日で全巻読みましたね。その当時で出た発売してた分の単行本で、5、6巻ぐらいはもう出てたと思うんですけど、一気に読んで、これ絶対アニメ化するだろうなって思ってたら、その後すぐオーディションの話来て、俺の勘すごいって思いました。それ読んだ時点で、ぶっちゃけ榎木君的にはどの役やりたいなとか、俺これ合いそうだなみたいのあったの？でも普段結構クールな役やることが多いので、伏黒がやりそうかなとかは思ってましたけど、でも虎杖もやれたらやりたいなぐらいの気持ちで読んでいましたね、当時から。なるほど。で実際オーディション自体は両方受けたの？両方受けました。なんかオーディション2回あって、このテープオーディションっていう事務所でセリフを読んで、その音声データをスタッフさんに送るのと、それが通ったらスタジオで直接スタッフさんたちの前でお芝居をするっていうのがあったんですけど、最初のテープオーディション段階は虎杖と伏黒、どっちも受けさせていただいて。でもじゃあ本当に決まってそれやっぱ嬉しかった？いやめちゃくちゃ嬉しかったですね。もうジャンプっ子だったので、昔よく野球やってたんですけど、野球部の帰りにジャンプ買って帰るみたいなことやってたので、ジャンプの主役をやれる日が来るとはっていうなんか喜びはありましたね。やっぱり特別感がありますか？そう、なんかでもやっぱりあんまり特別感感じちゃうと、ちょっと普段の自分じゃなくなっちゃうなっていうのもあるので。なるほどね。ちょっと気負うところが大きくなりすぎちゃうと、それをそれでね。そう、なんか違うかなって思って、一瞬なんかジャンプじゃんって思ったんですけどいつも通りみたいな、落ち着けよ俺みたいな感じになって、そうでもすごい嬉しかったですね。そうですか。でもこのどうですか、呪術廻戦という作品で、作品の印象であったりとか、その虎杖っていうキャラクター、実際自分が演じることになったけども、なんかここが
面白いなとか。そうですね、やっぱり呪術をなんか題材にしてる作品をジャンプでやるってなんか珍しいというか、結構、呪いってちょっとダークな側面があったりすると思うんですけど、それをこの少年ジャンプでやるっていうのがまず面白いなと思いましたし、なんか展開もこうなんでしょうね、歌舞伎みたいにここ決めバーン一枚絵みたいな感じじゃなくて、結構重要なシーンとかがさらっと流れるようになんか過ぎ去っていくっていう印象が僕にあって、そういうのがなんかこの呪術廻戦のスタイリッシュなかっこよさというか、なんかそういうちょっと大人も楽しめるようなかっこよさっていうのが特徴としてあるのかなっていうのを感じましたね。虎杖はどうですか？キャラクター的にはどういうところに魅力を感じます？虎杖もなんかパッと見そのザ少年漫画の主人公みたいな感じなのかなと思ったんですけど、この明るくてまっすぐでみたいな、でもよくよく読んでいくと結構そのなんでしょう、弱さとかだったり、なんか結構人が死んじゃうお話とかもあるんですけど、そういう時のなんかその死の受け止め方とかだったりするのがなんかこうただただまっすぐっていうより心の葛藤を得てなんかそういう受け止め方したんだみたいな人間味がすごくある主人公だなと思って、そういうところがなんでしょう、魅力的だなっていうのを感じましたね。底抜けに明るいっていうか、まあでもなんかちょっとやっぱ影があるところもあるし、純粋にやっぱまっすぐなキャラクターではあるんだけども、でもどこかちょっと心にいびつなところもあるなっていう感じもあったりとかして。そうですね、なんか明るいんですけど、その明るさもなんかもしかしたら強がって明るいのかなとか、そういうなんかなんでしょうね、裏というか心の流れみたいなのがすごく見えるキャラクターだなって思ってて、なんかその好感を持てるようなキャラクターですね。まあ本当に前向きなキャラクターではね、ありますからね。すごく基本的にはそれだけじゃないっていうところがね、ですけどね、まあだからまあ本当にこういい出会いがね今回あったので、まさにまあアニメの方はアフレコはもうすでにスタートはしているので、私もこの作品で両面宿儺というキャラクターを演じさせていただいているんですけども、すでに演じているんですが、もうすでにPV などが出てるので、そちらの方でセリフとかね我々のやってるのを聞いてくださった方がめちゃくちゃ笑ってましたね。そうなんだよね。だから僕もオーディションを受けて一応決まったんですけれども、まあここで今正直言うと、いやなんかあんまりこう最初にやって、やり方わかんないっていうか、どういけばいいのかなっていうか、存在がね手応え的なのが、ああいう特急のね、もう呪いですから。だからどういうやり方をというか表現をすれば、その存在感っていうものを形にできるのかっていうのが、もうすごく悩んで、で実際そのアフレコオーディションにやって一応決まりました、決まったマジか嬉しいけどどうしようみたいなやっぱりちょっとなんでしょう、嬉しいだけじゃない怖いな、プレッシャーみたいな。そう実際すごくもう人気のある作品で、たくさんの読者の方が両面宿儺のですねこの佇まい居住まいであるとか、それこそ笑いああいったところもイメージされてやっぱ読んでると思うんですよ。それをどういうふうに僕が音としてアウトプットしていくのかっていうことに対しての、やっぱすごく悩んでどうするのがいいのかなとかめちゃくちゃ悩んだんですけど、でも決まったからにはやらなきゃと思って、でもより一層こう、俺も指食わなきゃダメかなみたいな感じで役作りとしてね、役作りのために指食うっていうのもちょっとどうなんだ喉詰まっちゃう感じしますけどね。どこで調達していくんだって話なんですけど、すごくね、ただ走りながら固めていく感じになるのかなっていうのはやってみて、徐々にそうだから正直な話PV が世に出て、ちょっと宿儺の声を聞いた方からの感想みたいのをだからめっちゃ感想見ましたよ。だそれ見てなんかすごいいいって言ってくれる人と、どうなるかなっていう人ももちろんいるんで、それらをいろいろイメージしながら自分の中でもう一本あるんだけど、そういったこう読者の皆さんが思い描いていたものとのその最大公約数っていうのかな、そういった形をいい歩みに取れて形にしていければいいなとは思ってるんですけど、
だから本当ね、もうゲラゲラって書いてあるやつどうすればいいかなっていうのめちゃくちゃ悩んで、なんかやっぱりゲラゲラをそのまま音にして出すって無理というか、そうだからどうすればいいか、一応めっちゃゲラゲラも練習したんだけどゲラゲラっていう言い方で。そうなんだ。ただまあこれもうこの段階で言っていいのかな、いいのかな、いいみたいね、関係者はいいって言ったんでね、文字通りゲラ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 とは言ってないんで、まあ PV の方でもなんですけど、要はもう別に文字通りあれはあくまでもそういうくらいのニュアンスで笑っているっていうことで、まあとにかくまあもうすごい笑いだっていうことの表現なのでテキストにすればああなるけども、まあ音にした時に逆にゲラゲラ言ったら面白くなっちゃうから、なんかそのギャグではないし、コミカルな方にはいかないようにはしてほしいみたいな感じのやつのディレクションとかはあったので、ただスクナのその持ってるそのまあいい存在感っていうものの中でやっぱちょっとなんだろう可愛くなっちゃったり、まあそういう部分もあるけど、なんかコミカル方向に落とすっていうことではなくて、やっぱりそのやっぱ樹齢の持ってるその特級のねもう特別な感じのこう圧っていうものをやっぱこう表現してほしいっていうのがまあすごくなんかあれですよね、高笑いってちょっと間違うと小物感がね出ちゃう時あるとは思うんですけど、あの笑いはなんか現場で聞いてて圧倒されたというか。本当ですか。スクナがいるみたいな感じになって。ちょっと住所を教えてね。なんかメロン送っとくから。本当ですか。後でこっそりじゃ。いや本当にすごいなんかバランスがすごいなって。なんかすごく、まあ、怖いながらなんですけど、すごく感動した覚えがありますね。まあ、なのですごくこう緊張感も持ちつつですね、まあ、楽しくアフレコの方は粛々と進んでおりますのでね、期待していただきたいと思いますけども、まあ、さっきもちょっと芥見先生のね話したけど、あれでしょ、去年の年末にあったジャンフェス2020のところで共演されたんですよね。芥見先生出ていただいて、まあ、出たといってもなんか帳というこうすっごく大きな箱に入ってちょっとなんか影だけ見えるみたいなで、ちょっとなんかこう差し出すところがあるみたいな感じで出ていただいて、いろいろお話聞いたんですけど、なんかその場で虎杖の絵を描いていただいたりとか。もらったのそれ。僕もらいました。マジで。はい。うわ、これ返さなくていいのかなと思いつつ、もらっていいですかって聞いたら、どうぞどうぞって言っていただいて。お宝登場でございます。だからもう。それは今日視聴者のプレゼント。いやしないよね。もうこれは僕の家宝として家に飾ってありますから、ちょっとあげれないんですけども。嬉しいよね、そういうのね。先生に書いていただけるとね。すごくでも穏やかな方で。いろいろ聞かなかったのその時に、なんかこういろんな作品についての。でもなんかこうアニメすごく楽しみにしてくださってるみたいで、なんか PV のなんか収録の時も聞いていただいて、皆さんお声バッチリですみたいな話していただいて、あと今後の展開とかどうなっていくんですかみたいな話をしたりとか、いろんなタイプの先生いらっしゃるからね。最初にもう結末がっちり決めてそこへのゴールに向けて書かれるタイプの先生もいれば、話の流れの中でいろいろとね旅がこう違う方向に行く方も。でも朝から2番目とか3番目ぐらいの結構早い時間帯のステージだったんですけど、本当にもう超満員ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、すごく。まあもう全部ジャンプの作品全部のアニメに達してだとは思うんですけど、すごく期待していただいてるんだなっていうのは感じて、なんか改めて頑張らないとなっていう気持ちにはなったジャンフェスでしたね。非常にやはり注目をしていただいているタイトルアニメもねですし、原作も今非常に盛り上がってるところですし。いやもうね今週刊の連載の方とかすごいからね。そうですね。もうあそこ早くアニメでねこの辺の流れここ先月ぐらいからの流れをね、アニメやってほしいね。怒涛ですよね。そうアニメもねどこまで描かれるのかっていうのもね、楽しみですし。そうですね。やっぱこう応援してくださる方が多ければ。まあやっぱりこうずっとこう続くかもしれないですし、じゃないのかなっていう。原作の方もますますねその人気の力のこうね後押しによってもっともっと面白くなっていく。まあ今も十分面白いんですけどね。だんだんでもあれだよね。絵柄もなんかさ初期だんだんちょっと変わってきてる感じが。連載週刊連載ってそうですよね。結構変わって。すごい今なんかこう
アグレッシブ感すごいよね。すごいですね。なんかこう一つ一つのコマのエネルギーっていうか、こんな表現するみたいな、こんなのなんか見たことないっていうのがすごく多くて、だんだんアート感がアップしてきた感じがそうですね。しますね。なんか表紙、単行本の表紙からしてなんか変わってってるなって感じしますよね。なんか悪いっていうか呪霊とかがなんかちょっと表紙みたいになったりするとちょっと怖みたいな感じですし、劇画感というかなんというかね、そう劇画感がどんどん増してるなっていうのは非常に楽しみですね、今後の展開がね。そんなね期待が上がってきていることだと思いますけれども、アニメこの秋からなんですけども、アニメ情報をですねぜひここで榎木くんの方から皆さんにお伝えいただけないでしょうか。はい、わかりました、テレビアニメ呪術廻戦は10月より毎週金曜日深夜1時25分から MBS、TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送開始となります。オープニングテーマはイブさんの開会祈祷、エンディングテーマはアリさんのロストインパラダイスフューチャリングアクロです。こちらもぜひご注目ください。そしてアニメ放送に先駆けてオーディオドラマ呪術散歩の配信が決定しました。虎杖たちの日常の一コマをドラマ仕立てでお届けしますのでお楽しみに。その他アニメの最新情報は公式サイトをチェックしてください。ぜひゼブラックで原作をじっくり読んでいただいて10月からの放送を楽しみにしてくださいね。はい、よろしくお願いします。何呪術散歩って？これね単行本をこうカバーを外すと一コマあるんですよね。あれか。はい。それをもっと膨らませて、めちゃくちゃ膨らましてなんかこういうお話だったんだみたいな感じのオーディオドラマを撮ってるので、なるほど。そうこれ面白いんで楽しみですね。そうちょっとねコメディ寄りというか、ほのぼのした感じのお話が多いのでぜひ聞いていただけたらなと思います。なるほど。そしてですね、この今ゼブラックフェスということで行っておりますけれども、こちらに合わせまして現在ですね呪術廻戦単行本の1巻分まるっと無料公開中でございます。なんと0円で読めてしまうんですね。無料で。さらにですね、でもそのそうか流れで、2巻の1話目ですね、つまり、第8話ですかね、までそのまま一気に読めちゃうんだけど、でしかも2巻分、第2巻のすなわち第16話まではその8話以降は待てば読めるチケット化スタートしておりまして、23時間ぐらい待つと次の話数が読めるって感じになっていくんで、待てば無料で2巻分までは、2巻まで1杯までは無料で読めるんです。読めると。ですからこれを機会にアニメがスタートする前にですね、予習がてらまだ読んでないという方がいらっしゃったら、すぐ一気に全部読んでいただいても構いませんから、買っていただいてもいいんですけどね。それは全然ただ最初導入としてね、とりあえず無料だということはハードルが下がると思いますので、お試しいただいて、この呪術廻戦の世界にですねぜひ型までもう全部バーって使っていただけると幸いでございます。さあそしてこの呪術廻戦もですね、このゼブラックフェスにですね、記念しましてスペシャルグッズが、もうあなたは気づいていると思いますが、呪術廻戦スペシャルグッズがフィギュアとかかな、制作されているんで、さあご紹介したいと思います。持ってきてください。もうできてんのすごいな。人形とかあれ、さあこちらでございます。これは見てください。何でしょう。じゃあこれちょっとこのまま下を通して刑務所みたいな感じになってますけど、差し入れみたいになりましたけどもねこちら呪術廻戦粗品タオルでございます。こちらダダーン。タオルにタイトルロゴが、そうですね、呪術廻戦のタイトルロゴが入っております。さらにこちらこの包み紙っていうんですかね、包装紙っていうんですかね、こちらの方にはですね、ここなんて書いてあるんですか。東京都立呪術高等専門学校の粗品がそれっぽさがすごい。学校、そうですね。ありそうな感じですね。虎杖たちが通っている学校のですねお名前も入っておりますし、さあそしてなんとこの水引の部分でございます。紅白でねこのねシュルってなってますけど、リボンっていうかね敵になってますけど、よく見るとですねこれ両面宿儺の指でございますいやなんで呪術
光線が宿儺の指で、しかも数もちゃんと20本あるんだ。宿儺の指の数だけ。なんで宿儺の指そこにやっちゃった光線よ。そうなんですよね。非常にこれね、封印しなきゃいけないものなのに大きな力を秘めている感じですね。これね、魔除けみたいな感じでね置いとくとかね、玄関とかね。いいですね。悪いもの入ってこない。神棚とかに置くと似合いそうな感じしますけど。そうですね。決して食べないでいただけると。そうね。これ食べちゃうと問題になりますのでね。まあこういう形になっておりますので、ぜひともこれこの機会にですねお求めいただきますとゼブラッチの方でですねゲットできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあというわけでございまして、Day1 の呪術廻戦のコーナーはこの辺でお開きになってしまいますのでね、ぜひとも明日もですね Day2 もまたちょっと引き続き、この呪術廻戦、呪術が意外とね、もう呪術いっぱい出てくるから本編に。そう油断するとね苦しめられる。でも僕たち頑張ってます。さあDay2 の方でもですね、またフィーチャーしてより、掘り下げていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで榎木くんこのコーナーどうもありがとうございました。ありがとうございました。またDay2もよろしくお願いします。